こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、リフォームは、二度とやりませんっていうことについて解説したいと思います。3年前ぐらいですね、僕結構リフォームで失敗したことがあってですね、よく失敗談聞かれるんですね、不動産投資とかの。長年やってるんですけど、時には失敗もするとかですね、苦手もあったりとかする。そういったことですね、実例交えてですね、ちょっとさらっと楽しくやっていきたいなと思います。もしよかったら高評価お願いします。で、DIY, do it yourself, 日曜大工ですね、面白そうやってみようって言って、結構ですね、壁紙とかをですね、塗装で綺麗にできるってことを知ったので、やってみようと思ったりしました。3年前ぐらいですね、2016年ぐらいですね。で、きっかけは、楽町コラムニストのですね、ガオッタ闘魂さんっているんですよね。東北の方なんですけども、今はいろんなとこ行ってですね、自由自適の生活されてる方なんですけども、この方のですね、楽町コラムを見て、ボロい家を買ってですね、ペンキで家中、白く塗装するとかですね、で、壁紙とかも塗装したりとかして、安くリフォームして、利回り何十パー、3、40%ぐらいですね、で仕上げたりとかしていて、すごい尊敬してる投資家の方がいて、その方が、壁紙とかをね、塗装したりとか、ペンキでやると安く仕上がっていいよっていうことを、おっしゃってましたと。じゃあ自分もですね、ガオッタさんに習ってちょっとやってみようと思って、やってみました。来月ね、名古屋来られるんで、会うんですけども、すごいいい方で、尊敬してますね。で、450万ぐらいで戸建てを買ったんですよね。たまたま安く出てたんで、一番手で買いましたと。で、安く直して、8万ぐらいでは貸せそうだったんで、できるだけ安く直せれば、利回り 20% ぐらいでは仕上がるかなと思ってて、土地ね、固定資産の評価以下で買ったんですよね。比較的築20年ぐらいだったんですけども、それで、比較的安いなと思って、即決現金買いしましたね。で、いい機会だし、別に、これ、一部屋埋まらなくても大した、この損害、8万円の家賃がね、1ヶ月2ヶ月遅れたところでは、そんなに大したことはないので、これ、リフォームスキルを磨くいい機会だと思ってですね、僕もリフォームしてみようと、何を血迷ったかちょっと思いましたと。で、もともとこう、苦手だけどちょっとやってみようってことで、その時ね、壁紙塗装するといいよとかいろいろ聞いて、とりあえずやってみようっていうことで、やりましたと。で、結構僕、手先や器用とかですね、細かいこと得意そうっていうのも思われるんですけども、実はいろいろ結構苦手なことあって、作業とか細かいこと苦手なんですよね。結構豪快にビリビリ勢いでいっちゃうタイプで、めんどくさいこと嫌いなんですよね。特に不器用だったりとかするんで、細かい作業はですね、ものすごい苦手です。で、装置使ったりとかね、そういうのも結構失敗したりとか多いので、実はそういうのをあんまりやってきてないです。その割には装置の管理者だったりとか、いろいろ知らなくてもいろんなもの取りまとめたりしてたんですけど、装置とか使うもの自体はですね、すごい苦手ですと。で、基本パソコン作業とかパソコンの中のことは得意なんですけども、一回外に出てリアルの他の装置とかになるともう本当ものすごい苦手だったので、あんまりちょっと気は乗らなかったんですけど、ちょっとやってみてもいいかなと思って、やりましたと。で、いろいろ調べていくと、みんなFacebook の、投資家仲間とかいろいろ教えてくださってですね、応援してくれてですね、いろいろ調べて、道具があると塗るのが楽だってことで、こういうローラーみたいなですね、ローラーモフモフしたのを先頭につけてコロコロするとですね、すごいいいよって言われて、これ買いました。でこれ何やってるとこかっていうと、自宅でシミュレーションですね。イメトレしてるところを写真撮って Facebook 上げたんですけども、ちょっとこう塗ったり、振り回す方は得意なんですけども、こういう振り回す方が得意ってのはおかしいな。細かく塗るのは嫌いだったので、ちょっと実際やってみようと思って、ちょっと家でやりましたと。で、実際、コーキングとかマスキングテープとかいうんですかね、キッチンからまず塗装しようと思って、壁紙ドロドロだったんで、床ぬからないようにとかですね、ビニールテープにマスキングテープついてるやつがいいよとかいろいろ買いまくってですね、木工ボンドとかいろいろ買って大きく、止めましたと。で、マスキングが重要すぎるとか、すごい重要だって言われたんで、ほんと頑張ってマスキングしたんですけども、もうこの辺の仕上がり見てもわかりますよね、適当さが。多分全然ダメなんですけど、で、その途中使って終わりが見えないって言って、これで、超苦戦で辛すぎましたと。確かキッチンだけで丸2日ぐらいかかって、当時ね、もちろんサラリーマンなんで、そんなに時間も使えずにですね、2日ぐらいかけてキッチンだけで力尽きましたと。これでもうジエンドですね。で、
あと外もですね、これ草ぼうぼうで、これ僕の背丈、多分これ180ぐらいあるんで、180近くあるような、なんかよくわかんないこのボーボーに育ったような草があったんで、これも全部ですね、スコップ買ってきて抜いてですね、バーってやって、で、何を血迷ったか、ちょっとワクワクしてたんで、ちょっとガーデニングしてみようと思ってですね、江南とかなんかホームセンター行って、ちょうど冬ぐらいだったんですよね。冬になるぐらいで、この時期にこう、ガーデニングしたいんですけども、花とか植えたいんですけど、何がいいですかって聞いたら、なんかパンジーがいいですよって教えてくれたんで、じゃあと思って、生まれて初めてね、パンジーを買って、なんかこう植えてみましたと。これパンジーなんですけどもで一応この周りをちょっと花植えてですね、少し入居者さんが喜んでくれるかなとかって思ってましたが、でも他の部屋とか力尽きてもうなんかやる気がなくなってですね本当いろいろ消耗して、この後風邪ひいてなんか1週間ぐらい寝込んだりとかしてですね、ちょっと散々な思いをしましたと。ちょっと自分には向いてなかったということで、失敗でしたね。そうやって力尽きてたらですね、なんか不動産屋から電話があったんですよね。不動産屋さん、いろんな不動産知り合いがいるんで、僕は物件持ってることも知ってたんで、そしたら、なんか750万で買いますって来たんですよね。750万かって一瞬悩んだんですけども、もう即決、売りますってで、売却しました。750で売れるんだったら、いっかと思って、本当は貸してね、入居者つける予定だったんですけども、ちょっと辛すぎてですね、途中まで行ってもここからなんかやるの嫌だなと思って、売ってしまいましたと。利益としては、でもどうなんだろう、仲介手数料とかいろいろ抜いたりとかして、税引き後に100万ぐらいですかね。そんな大きいな額じゃないですけど、ちょっとした利益に、ね、出ましたと。で、業者さんがリフォームして再販、買い取り業者さんだったんで、そこが買い取りましたと。で、リフォームとか、キッチンとかね、全部入れ替えてリフォームしてですね、むちゃくちゃ綺麗になってました。で、なんと1500万で販売されましたと。もともと450万ですよ。1000万以上上乗せされて出ましたと。で、他の不動産屋さんとかちょっとつてを頼ってですね、内見に行きましたと。ちょっと物件を見せていただいたんですよね。鍵借りて、不動産屋さんと。そしたらですね、僕が頑張って塗った壁紙を総入れ替えされて全部新品の壁紙になってました。僕のリフォームは全く何の意味もなくって、しかもパンジーも撤去されて駐車場になってましたってことで、倉庫撤去されて。ってことでですね、本当何もしなくてもよかったっていうような、くたびれ儲けじゃないですけども、そういうことになってしまいました。で、さすがにこれは高すぎたんですけども、徐々に下がっていって、結局ね、1250万ぐらい、1300万ぐらいですかね、とかで売却されてましたね。なんかすごい、こうやって実需で売れたんですけども、そうやって売れるんだと思って勉強になりました。で、リフォームとかは、僕得意でないんですけども、目安とかね、再生リストのじゃなくて、ブログ載っけとくんで見てみてください。あと、ガオッタさんのね、紹介、楽マッチのコラム貼っとくんで、昔のやつとかね、すごい、闘争心に溢れるというか、すごい、勉強になるので、僕たまに読んだりしてるんでおすすめなんです。詳細欄特に見てみてください。あと、不動産同士のね、再生リストも、載っけとくんで、見てみてください。入門編として作ってます。ってな感じで、リフォームに関する考え方なんですけども、自分はちょっとやってみたけど合わなかったっていうか、この苦労をするんだったらお金払った方がいいやと思って、お金を取りましたと。ただ時間があるけどお金がないって方とかだったら、本当にですね、自分でやらざるを得ないし、時間もないしお金もないってなると、もうなんか徹夜とかしてですね、自分で直す。そういう、なんとか初期苦しい時を乗り越えてるような大家さんもいっぱいいたりとかするんで、そこはですね、人それぞれやっていけばいいのかなと思っています。リフォームする人とですね、しない大家さんに結構二極化しますね。特に再生やってる人でも自分で直してる人もいれば、全部リフォーム外注リフォーム業者さんに発注する人もいるしですね、もう全然分かれますね。で、そこはもう好き嫌いですね。自分でやるとやっぱどうしても拡大のスピードが遅くなってしまうんで、メリットもあればデメリットもあるんですけど、自分の働く時間とですね、リフォームの安くした時の費用を、どっちを取るか、そういう天秤になるんですけども、結局のところそこの、差になってしまいます。あと、僕はサラリーマンだったっていうのもあるので、全て外注するように、ここからは 100% そういうふうに強く心に決めましたね。もう二度とやらないと思って。結局素人がやったところで、綺麗に仕上がらないんですよ。で、結局、仕上がりも悪いし、ちょっと安かろう悪かろうになっちゃうんで、自分のスキルであれば、お願いした方がいいかなと。で、リフォーム
のスキルを磨くぐらいだったら、ブログ書いたりとかですね、不動産探したりとか、そっちの方がいいのかなと。そこ人それぞれだと思うんですけど、僕はそういう判断になりました。なので、自分に合った投資スタンスですね、それを取っていって、適切にですね、そのリフォームしていくのがいいかなと思ってます。なかなかリフォームって安く上げれば上げるだけいいんですけども、あとはどこまでやるかですね、そこも結構悩むところで、初心者さんにやりがちな、自分の家と勘違いしてですね、細かいところまで、多分靴箱が気になるとかですね、そういう普通気にならないような自分が住むものと思っちゃって、砂利を敷き詰めたいとかですね、いろいろあるんですけども、そういうのやっちゃうと、その時間とお金がかかるけど、その家賃は上がらないとか、入居にも大して影響ないとかあるんで、そのバランスっていうのは結構すごい重要なので、注意が必要だと思います。自分が住む目線であればね、すごいやっちゃうっていうのはわかるんですけどね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったら高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、不動産投資の話とか、ブログとかを YouTube お金の稼ぎ方、ビジネスとか役立つ情報を発信してるんで、よかったらチャンネル登録をお願いします。あと、Twitter でですね、有益な情報を発信してるんで、登録お願いします。あと、LINE アットで、不動産投資のチェックリストプレゼント中なので、よかったら登録お願いします。それではどうもありがとうございました。